不安は誰もが経験する普遍的な感情です。しかし、その感情が生活のリズムを乱し、日常の単純な選択さえ困難にさせるとき、私たちはそれを、病的な不安または、不安障害と診断します。世界保健機関 WHO によると、全世界で約2億8000万人以上が不安障害に苦しんでおり、これは精神的健康問題の中で最も一般的なタイプとされています。不安障害は単なる、緊張や心配を超え、持続的な緊張感、過度の敏感さ、動悸、震え、呼吸困難などの身体的症状を伴い、時には予告なしに爆発的な形で現れるパニック発作を引き起こすこともあります。韓国保健社会研究院の調査によれば、国内でも成人10人中1人以上が生涯を通じて不安障害を経験する可能性があり、特に若年層と中年の女性でその頻度が高くなっています。これらの統計は単なる数字を超え、社会全体にわたる精神的負担の深さを示しています。不安障害の種類は多岐にわたります。例えば、全般性不安障害 GAD は日常生活の些細なことに対しても過度に心配が続く状態を指します。パニック障害は、突然の恐怖感と身体的症状が数分から数十分後続するパニック発作を特徴とします。社交不安障害は他者の評価に対する過剰な恐怖により、社会的状況を回避するようになります。特定恐怖症は蛇、高所、飛行機など特定の対象に対する極度の恐怖を意味し、強迫性障害 OCD は繰り返される思考、強迫観念と行動強迫行為を通じて不安を軽減しようとする試みを繰り返します。外傷後ストレス障害 PTSD は深刻な外傷的出来事を経験した後に発生し、その状況を思い出したり、類似の刺激にさらされたりすると極度の不安を感じます。これらの多様性にもかかわらず、すべての障害は共通して、過剰な脅威評価と回避行動という認知的メカニズムを共有しています。つまり、脳が危険を過大評価し、それから逃れるために行動を制限することによって一時的な安心を得ますが、長期的には問題を悪化させる悪循環が繰り返されます。このメカニズムを理解することが治療の第一歩です。不安は単なる感情ではなく、認知、思考、行動、身体的反応が複雑に絡み合ったシステムです。例えば、私がプレゼンを失敗させたらみんなが私を無能だと思ってしまうだろうという考えは、心拍数の増加、発汗、震えなどの身体的反応を引き起こし、結果として、次の会議は必ず避けるべきだという回避行動につながります。この回避は当面の不安を軽減できるかもしれませんが、私はプレゼンができないという誤った信念を強化し、長期的には自信をさらに低下させます。CBT 認知行動療法はまさにこの悪循環の輪を認識し、各構成要素に介入することで不安の本質を変えることを目標としています。このアプローチは数十年にわたる臨床研究と数千件のランダム化比較試験を通じてその効果が実証された科学的根拠に基づく治療モデルです。認知行動療法 CBT の核心は思考が感情や行動に与える影響を理解し、その間のつながりを再構築することにあります。CBT はアルバート・エリスの理論的基盤であるレップ、理性情緒行動療法とアーロン・ベック、エアロン T。このような歪んだ思考は無意識的に繰り返され、自動思考オートマティック。相通という形で頭に浮かびます。例えば、プレゼンを控えた人が、私が失敗したらみんなが私を嘲笑うだろうと考えたとき、これは経験的根拠なく感情に基づいた誇張された予測です。CBT の治療者はクライアントと共にこの自動思考を記録し、そこに含まれる認知歪曲を識別し、より現実的でバランスの取れた思考に置き換える過程を経ます。これを認知再構成、コグニティブ、レストラクツーリングと呼びます。この過程で使用されるツールが、思考記録表、ソートレコードです。これは特定の状況でどのような考えが浮かんだか、その時の感情の種類や強度、身体的反応、その考えの妥当性を評価し、大体的な解釈を提示する構造化された形式です。例えば、会議中に発言できなかった後に、私は無能だという考えが浮かんだ場合、治療者はクライアントに、その考えの証拠は何ですか？反対の証拠はありませんか？他の人がこの状況をどう見ると思いますか？といった質問を投げかけます。この対話を通じてクライアントは、実際、私は以前のプロジェクトで良い評価を受けた、他の人も発言しなかった一度の沈黙が全体の能力を決定するわけではない、という新しい視点を発見します。この新しい解釈は音の自動思考よりも現実的で柔軟であり、
結果的に不安の強度を低下させます。この過程は短期間で完全な回復を保証するものではありませんが、繰り返しの練習を通じて脳の思考経路を徐々に再編するのに寄与します。神経科学の研究によると、12週間の CBT 治療後、患者の前頭前の皮質、合理的思考担当の活性化が増加し、扁桃体、脅威検出担当の過剰反応が減少する脳機能の変化が観察されます。これは CBT が単なるポジティブシンキング訓練ではなく、実際に脳の生物学的構造に影響を与えるニューロプラスティシティ、ニューロパスティシティを利用した治療であることを示しています。CBT のもう一つの革新技術は、暴露療法、イキポージャー。セラピーです。これは回避行動を根本的に解決するための戦略で、不安を引き起こす刺激に体系的かつ制御された方法で繰り返しさらされることで、不安反応が自然に消滅するように促します。暴露療法の理論的基盤は古典的条件付けと消去学習、エクチンクション、ラーニングです。例えば、犬に恐怖を感じる人がいるとします。その人は犬を見た瞬間に強い不安を感じ、回避します。この回避は不安を一時的に軽減するため強化されますが、結果的に、犬は危険だ、という誤った学習が継続されます。暴露療法はこの人が安全な環境で段階的に犬と接触することにより、犬を見ても危険ではないという新しい学習を形成するよう助けます。暴露療法は主に2つの方法で進行します。一つは、階層的暴露、ヒエラーカ化。イキポジャーで、クライアントと共に不安を引き起こす状況を0から100までの不安レベルで評価し、低いレベルから始めて徐々に高いレベルの刺激にさらされます。例えば、飛行機恐怖症を持つ人がいる場合、ステップは次のようになるかもしれません。飛行機の写真を見る、空港に行く、搭乗手続きをする。飛行機内部に座る、実際に飛行する。各ステップでは不安が自然に減少するまで十分な時間をかけて繰り返し行います。もう一つの方法は、没入暴露、インビボ。イキポジャーまたは、洪水暴露、フラッテングで、最も強い不安を引き起こす状況に即座にさらされます。この方法は効果が出るのが早いかもしれませんが、クライアントの動機と治療者との信頼関係が十分に形成されている必要があります。暴露療法の成功可否は、反応抑制、リスポンスプリベンションと密接に関連しています。つまり、暴露中にこれまでの安全行動、セーフティー、ビヘイビアズを使用しないことが必要です。例えば、社交不安障害を持つ人が人前で話すときに手を後ろに隠したり、目をそらしたりする行動は一時的に不安を軽減できますが、その行動をしなければならないという誤った信念を強化します。そのため、治療者はクライアントが暴露中にこれらの安全行動を排除するよう指導します。これにより脳は、私は危険ではないという新しい学習を内在化し、長期的には不安刺激に対する反応が根本的に変わります。研究によると、暴露療法はパニック障害、強迫性障害、外傷後ストレス障害など様々な不安障害で6080% の患者に優位な改善をもたらし、その効果は薬物治療よりも長期的に持続する傾向があります。CBT は構造的で目標中心的な治療アプローチであるため、治療プロセスは通常12から20回帰で計画され、各回帰は45から60分程度続きます。初期の回帰では評価と教育が中心となり、クライアントの問題を正確に把握し、CBT の原理を説明します。その後は認知再構成と暴露療法を組み合わせながら、課題遂行を通じて日常生活でも練習できるよう奨励します。この課題、ホームワークは CBT の成功に決定的な役割を果たします。クライアントが治療室の外で直接思考を記録したり、不安状況にさらされたりすることで、新しい思考や行動が習慣として定着するよう助けます。CBT はまた、基礎スキーム、コア、ビリーフスというより深いレベルの認知構造にもアプローチします。基礎スキームは幼少期の経験を通じて形成された、自分自身他者、世界に関する根本的な信念で、私は無能だ、世界は危険だ、人々は私を受け入れないだろうなどが挙げられます。このスキームは自動思考の根源となり、不安障害の持続性と深い関連があります。CBT の治療者はクライアントがこのスキームを認識し、それが現在の生活にどのような影響を与えているかを探り、徐々に健康的なスキームに再形成するよう助けます。例えば、私は無能だというスキームを、私は時々失敗するが、学び成長することができるという柔軟な信念に変化させるのです。現代では伝統的な対面 CBT 以外にも、オンラインベースの CBT プログラム、
モバイルアプリ、チャットボットベースの治療システムなどが開発され、アクセス性が大幅に向上しました。WHO は CBT ベースの自己管理プログラムを精神的健康介入政策の革新要素として推奨しており、韓国でも国民精神健康福祉センターを通じてオンライン CBT プログラムが提供されています。これらのデジタル治療薬は治療者の不足、経済的負担、偏見認識などの障壁を低減するのに貢献しています。ただし、自動化されたシステムは複雑な感情状態や危機状況に敏感に対応するのが難しいため、中等度以上の不安障害患者には依然として専門家の介入が必要です。最終的に CBT はツールを教える治療です。つまり、一時的な慰めを提供するのではなく、クライアントが自ら問題を認識し解決する能力を育てるのに集中します。これは治療終了後にも再発を予防するのに大きな役割を果たします。多くの研究が CBT の長期的効果を実証しており、これは単なる症状緩和を超え、生活の質全体を向上させる包括的アプローチであることを示しています。不安の沼から抜け出す道は決して簡単ではありませんが、CBT はその過程に科学的で体系的なガイドを提供します。不安は誰もが経験する普遍的な情動的反応です。しかし、その強度と頻度が日常の機能を妨害し始めると、それは単なる感情を超えて障害として分類されます。不安障害は世界的にも数多くの人々の生活に影響を与える精神的健康問題で、世界保健機関 WHO によると、全世界人口の約 2.6% が全般性不安障害、GAD を含む主要な不安障害を経験しているとされており、その中の相当数は治療を受けられずに苦しんでいます。不安障害はパニック障害、社交不安障害、強迫性障害、外傷後ストレス障害、PTSD など様々な形態で現れ、それぞれの特性にもかかわらず、共通して認知歪曲と身体的反応が結びついた複合的なメカニズムを持っています。これらの障害は単に、心配性だというレベルを超え、思考方式、感覚処理、行動パターンまでも変化させることで、個人の自己認識や対人関係、職業的成果に深い影響を与えます。不安の生物学的基盤は脳の特定の回路と神経伝達物質の不均衡に起因します。扁桃体は驚異探知の革新構造で、不安反応の中心地として作用します。この部位が過剰に活性化されると、実際の危険が存在しないにもかかわらず、危険警報が継続的に発令されます。同時に前頭前の、特に全体上皮質、シンギュレート。コルテックスや内側前頭前の MPFC の機能低下は、この警報を抑制したり合理的に解釈する能力を弱めます。これにより不要な脅威認識が抑制されず、否定的な思考が悪循環を形成します。生化学的側面ではセロトニン、ノルエピネフリン、ガンマアミノ酪酸、GABA などの神経伝達物質の機能異常が不安症状と密接に関連しています。特に GABA は脳の興奮を抑制する主要な抑制性神経伝達物質で、その活動が低下すると神経系の過敏性が引き起こされ、不安や緊張が持続します。この生物学的基盤以外にも、不安障害は環境的要因や心理的背景との相互作用の中で形成されます。早期成長環境での不安定な愛着、反復的なストレス暴露、家族内の精神的健康問題の遺伝的素因などはすべて不安の発達に寄与します。例えば、親が過度に保護的または批判的な養育方法を使用した場合、子供は外界を驚異的に認識する認知フレームを形成します。また、外傷的出来事、例えば身体的、情緒的虐待、重大な喪失、自己体験などは PTSD のような特定の不安障害の直接的な触媒となります。これらの要因が時間とともに脳の構造的変化まで引き起こす可能性があるという研究結果も存在します。海馬と扁桃体の容積変化、前頭前野の肺白質密度の減少などは、長期的なストレス暴露と不安状態が脳に及ぼす実質的影響を示しています。不安障害は単に、心の問題として片付けることのできない慢性的で構造的な状態です。これは身体的症状としても明確に現れます。早い心拍、発汗の増加、呼吸困難、筋肉の緊張、めまい、消化器問題などは、不安が身体システム全体にわたって作用する生理的ストレス反応であることを証明します。このような反応は本来危険的状況で生存のために進化した、闘争、逃避反応、ファイト・オア・フライト。リスポンスの一環で、実際の身体的危険がないにもかかわらず自動的に発動されます。このような生理的反応が反復され制御されないと、心血管疾患、
免疫低下、睡眠障害など身体的健康全体に悪影響を及ぼす可能性があります。したがって不安障害は精神的健康と身体的健康の境界を壊し、統合的なアプローチが求められる複合的疾患です。認知行動療法、コグニティブビヘイビオラルセラピー、CBT は不安障害治療のゴールデンスタンダードとして確立された心理的治療アプローチです。1960年代にアーロン・ベック、エアロン T。CBT は、のような認知歪曲を識別し再構成することに重点を置いています。代表的な歪んだ思考のタイプには、極端化オールオアールナッシング、シンキング、過剰一般化心の読み取り、感情的推論、三次化などがあります。特に不安障害の患者は、三次化に弱い傾向があります。これは些細な失敗や不確実な状況を極端な惨事に結びつける思考方法で、私のプレゼンが失敗したら解雇されるだろう、この感情が続けば正気を失うだろう、といった考えがその例です。CBT は患者がこのような思考を認識し、それが事実かどうか、大体的な説明はないか、その思考が自分にどのような影響を与えるかを体系的に探求します。この過程を、認知再構成コグニティブ、レストラクツーリングと呼び、治療者との対話、思考記録表の作成、証拠の評価などを通じて行われます。実際の治療過程では CBT は構造化され目標思考的な方法で進行されます。一般的に12から20回のセッションで構成され、各セッションは計画された主題と課題遂行に続きます。最初の段階では、題の定義と治療目標の設定が行われます。患者が経験する不安のタイプ、頻度、強度、誘発要因などを具体的に評価し、治療の方向性を設定します。その後、認知歪曲の識別訓練が始まり、日記形式の不安日誌や思考記録表を活用して日常生活の中で発生する自動思考を捉えます。例えば、地下鉄に乗った時に、息が詰まる気がするという考えが浮かぶと、その状況での身体的反応、感情、思考を分離して記録し、その思考の妥当性を分析します。この時治療者は、クラテス式質問、ソクラチック、クエスチョニング技法を使用して、患者が自ら思考の誤りを発見するよう助けます。その思考を裏付ける証拠は何ですか？別の解釈はないでしょうか？最悪の場合が起こったとしてもあなたはそれを乗り越える能力がありますか？などの質問を通じて不合理な思考を再評価します。CBT は認知的側面だけでなく行動的介入にも重点を置いています。代表的な技法である、暴露療法イキポージャー。セラピーは不安を引き起こす状況や思考に段階的にさらされることで、回避行動を減らし体制を形成することを目指します。例えば、社交不安障害の患者は最初は鏡の前で話す練習を行い、その後少数の人に話す、店員に質問するなどの課題を段階的に遂行します。パニック障害の患者には人工的に呼吸を速くしたり回転椅子に座るなど身体的感覚を誘発する、感覚暴露インテロセプティ、イキポージャーが適用されることもあります。このような暴露は初期には不安を増加させる可能性がありますが、反復を通じて、この感覚は危険ではないという新しい学習を形成することにより不安反応が徐々に減少します。これは、消去学習エクチンクション、ラーニングの原理で、既存の条件付けられた不安反応が新しい経験を通じて修正される過程です。CBT の有効性は、数の臨床研究を通じて実証されています。メタ分析研究によると、CBT は全般性不安障害、パニック障害、社交不安障害などほとんどの不安障害において薬物治療と同等またはそれ以上の効果を示し、治療終了後もその効果が長期的に維持される傾向があります。薬物治療は主に選択的セロトニン再取り込み阻害薬、SSRI やベンゾジアゼピン系を使用しますが、これらは症状緩和には効果的であっても再発防止の面では CBT に劣ることが多いです。CBT は単に症状を抑制するのではなく、患者が自ら問題を認識し対処できるスキルを習得させるため、再発防止に優れた効果を持っています。実際に CBT を経験した患者の約 5.060% が臨床的に優位な症状の減少を経験し、多くの人々が治療後1年以上持続的な安定を維持しています。このような実証的根拠以外にも、CBT はアクセス性と適用性の面でも高い利点を持っています。標準化されたマニュアルに基づいて治療の品質を一定に保つことができ、その構造化された特性のおかげでオンラインベースのプログラム、自己学習教材、モバイルアプリケーションなど様々な形態で拡張されています。インターネットベースの CBT、
ICBT は精神的健康サービスへのアクセスが困難な地域の住民や時間的制約のある人々にとって重要な代替手段となっており、研究によると伝統的な対面治療と同様のレベルの効果を示します。また、CBT は異なる人口集団や文化的背景に合わせて修正され適用できます。例えば、グループ CBT は社会的支持と共感を提供することで治療効果を増大させることができ、児童及び青少年向けの CBT はゲーム、役割演技などを活用して発達年齢に合わせて調整されます。CBT の効果は脳機能の変化でも実証されています。機能的磁気共鳴画像、fMRI 研究によると、CBT を受けた不安障害の患者は治療後に扁桃体の過活動が減少し、前頭前野の制御機能が強化される脳機能の変化を示します。これは CBT が単なる心理的訓練を超えて脳の神経回路を再調整する、ニューロプラスティシティ・ニューロパスティシティを引き起こすことを意味します。つまり、反復的な認知再構成と暴露訓練を通じて脳は新しい反応パターンを学習し、既存の不安回路を抑制する能力を高めるのです。これは短期的な感情制御を超え、長期的な情動制御能力の向上につながります。また、CBT は他の治療アプローチとの統合も容易です。例えば、マインドフルネスに基づく認知療法、マインドフルネスベースドコグニティブセラピー。MBCT は CBT に瞑想ベースの要素を組み合わせて反復的な否定的思考に対する認識と距離を強化します。需要とコミットメント療法、悪党も CBT の基盤の上に価値に基づく行動促進と思考の需要を追加したアプローチで、慢性的な不安に効果的です。これらの融合モデルは CBT の核心原則を維持しながらも、感情の抑制よりも需要と認識に重点を置き、治療の深みを増します。結局、CBT は不安の沼から抜け出すための科学的で実用的なガイドです。感情に振り回されず思考を客観化し、行動を制御するスキルを身につけることで、個人は不安を制御できない力として見るのではなく、理解し対処できる現象として認識するようになります。この過程を通じて回復は単なる症状の消失を超え、自己効力感の回復と生活の質の向上につながります。不安の影の中で迷う人々にとって CBT は自らの内面を見つめる新しい視点を提供し、真の自由への第一歩を可能にします。不安は人間の情動的経験という点で誰もが一度は経験する普遍的な感情です。しかし、この感情が日常のリズムを損ない、思考の流れを妨げ、身体的反応まで引き起こすレベルに至ると、単なる感情を超え障害の領域に入ります。不安障害は単なる、心配性な性格という日常的な認識とは距離があります。世界保健機関 WHO の報告によると、全世界的に数億人が不安障害と診断され、これは精神的健康問題の中で最も一般的なタイプと分類されます。韓国でも国民健康保険公団の調査結果、近年数年間に不安障害で病院を訪れた患者の数が継続的に増加しており、特に20代と30代でその比率が顕著です。これらの統計は単なる流行を超え、社会的次元の健康危機として見ることができる兆候です。不安障害はパニック障害、全般性不安障害、社交不安障害、特定恐怖症など多様な解タイプに分かれ、それぞれの特性にもかかわらず共通して現れる核心要素は、過剰な脅威認識と制御不能な心配です。脳の扁桃体が過剰に活性化されると、実際には危険ではない刺激に対しても身体が闘争、逃避反応を引き起こすメカニズムが作動します。この過程でコルチゾルやアドレナリンなどのストレスホルモンが急激に分泌され、心拍数の上昇、発汗、呼吸困難などの身体的症状が現れます。しかし、不安障害の苦痛は身体的症状に限定されません。思考の歪み、未来に対する漠然とした恐怖、反復的で侵入的な思考これらすべてが生活の質を深刻に低下させます。重要なのは、このような状態が個人の意志力不足や弱い性格のせいではないということです。むしろこれは複雑な生物学的、心理的、環境と要因が絡み合った結果です。神経科学の研究は、不安障害患者の前頭葉と扁桃体間の連結性が異常に制御されていることを示しています。前頭葉は合理的思考と感情制御を担当しますが、不安が慢性化するとこの部位の機能が低下し、感情を抑制する能力が落ちます。このような神経生物学的基盤は不安障害が、心の風邪という比を超え、脳の機能的異常であることを示唆します。したがって治療も単なる慰めや自己暗示を超え、体系的で構造化されたアプローチが必要です。
その中でも最も科学的に検証された方法が認知行動療法、コグニティブ・ビヘイビオラルセラピー、CBT です。認知行動療法は1960年代にアルバート・エリスとアーロン・ベックによって体系化された心理的治療アプローチで、思考、感情、行動の三角関係を中心に据えています。CBT の革新的前提は、出来事自体が感情を決定するのではなく、その出来事に対する認識が感情を決定するというものです。例えば、会議で同僚が無言で通り過ぎたとき、私が何か間違いを犯したのかな、私を嫌っているんだと解釈すれば不安や抑うつが引き起こされますが、忙しくて気づかなかったんだろうと考えれば感情の波紋は全く異なります。CBT は、のような認知歪曲を識別し修正する過程を通じて感情の制御を助けます。韓国での適用事例としては、ソウルの精神科クリニックで全般性不安障害患者50名を対象に12週間の CBT プログラムを実施した研究があります。このプログラムは週1回50分のセッションで構成され、思考記録表の作成、認知再構成訓練、段階的な暴露技法などを含んでいました。結果として参加者の不安スコアはベック不安尺度、BAI 基準で平均23点から11点に減少し、これは統計的に優位な改善を意味します。特に注目すべき点は、治療終了後6ヶ月後の追跡調査でも効果が維持されていたことです。これは CBT が短期間の慰めを提供するのではなく、長期的に思考の習慣を変えることを証明するものです。治療の初期段階では、認知モニタリングが優先されます。患者は日常生活で感じる感情の激変の瞬間を記録し、その状況で浮かんだ自動思考を具体的に書きます。例えば、このプレゼンで失敗したらみんなが私を軽蔑するだろう、という考えが自動的に浮かんだ場合、それをそのまま記録し、それが事実か、証拠はあるか、別の解釈はないかと問いを投げかける訓練を行います。この過程は裁判所で証拠を検討するように、感情に流されず思考を客観化する訓練です。このような認知再構成は単なるポジティブシンキングの奨励ではありません。CBT は無条件のポジティブを奨励しません。代わりに、バランスの取れた思考を導きます。完璧でなくても大丈夫、失敗は人間的なことであり、それが私の価値を決定しない、という現実的で柔軟な認識を作り出します。このように CBT は個人が自分の思考構造を自ら認識し修正できるツールを提供することで、治療師なしでも自ら危機を管理できる能力を育てます。CBT のもう一つの革新要素は、行動実験と暴露治療です。不安は回避を生み、回避は不安を強化する悪循環の輪を断ち切るための戦略です。例えば、社交不安障害を持つ人が、人々が私を評価するだろうから、と飲み会を避ける場合、その人は一時的に安心を感じるかもしれませんが、長期的には、私が回避したのは正しいことだった。本当に危険だったはずだ、という誤った学習をします。CBT では、の回避パターンを認識した後、段階的で計画的な方法で暴露を実施します。最初の段階は、総暴露であることがあります。患者が想像の中で不安を引き起こす状況、例えば、プレゼンを行う場面を考え出し、身体的反応と感情を記録します。その後、実際に行動に移します。小さなステップから始め、同僚数人の前で3分間プレゼンを行う、部署会議で意見を述べる、全社員の前でプレゼンテーションを行うなど、段階的に難易度を上げていきます。重要なのは、暴露が必ず成功しなければならないというプレッシャーを与えないことです。CBT の目標は、不安がなくなることではなく、不安の中でも行動できる能力を育てることです。実際に暴露治療後、患者たちは、不安は依然としてあったが、以前のように行動を止めることはなかった、と言います。これは治療の本質的な成果を示します。韓国の事例としては、大学生を対象にした社交不安介入プログラムが注目に値します。8週間のグループ CBT プログラムで12名の参加者が多様なレベルの社会的状況にさらされ、最終プレゼンテーションセッションでは 90% 以上が事前に設定した行動目標を達成しました。脳画像研究によると、反復的な暴露は扁桃体の反応性を徐々に減らし、前頭前野の制御機能を強化します。つまり、脳自体が変化するのです。このようなニューロプラスティシティの証拠は CBT が単なる心持ちの変化ではなく、脳の構造的適応であることを証明します。また、行動実験を通じて患者は自分の認知歪曲を直接検証できます。私がどもったらみんなが私を奇妙に見るだろう、という信念は、
実際にどもっても周囲の反応が予想よりずっと寛容であるという経験を通じて修正されます。これは単なる説得ではなく、直接的な経験を通じた学習で、その効果ははるかに長く続きます。CBT は個人治療以外にもグループプログラム、オンラインベースの治療、自己学習プログラムなど多様な形態で拡張されています。特にデジタル技術の発展は CBT のアクセス性を大幅に向上させました。韓国でも精神的健康アプリやオンライン相談プラットフォームが活性化され、伝統的な対面治療に負担を感じる人々が CBT ベースのコンテンツを活用しています。例えば、ソウル所在のスタートアップが開発したアプリは1日の認知日誌作成、自動思考識別クイズ、音声ベースの感情ログ機能を提供し、ユーザーに合わせたフィードバックを生成します。ユーザーの7.0% 以上が4週間後に不安レベルの減少、